でこのお皿はねあれです。ベトナムに旅行した時に買ったもので、ちょっと疲れ気味でなんか書くのめんどくさいなっていう時はこういうものを飲んだりもしますし、旅先で買ったぬいぐるみにも励ましてもらってます。いろんなところからね。小説をどんな感じで書いているかっていうことをお話しします。だいたい朝8時前後に起きて、家のこと朝食私取らないで飲み物だけなんですけれども、細かい家のこと掃除洗濯をして、お昼前にだいたいメールをチェックします。でメールをチェックして、で細かいことを午前中にしますかね、お昼ぐらいまでに。で、少し12時1時ぐらいに、家に1日いる時ですけれどもお昼を食べます。すごく執筆が載ってる時は朝からわーっと執筆してることもあるんですけれども、執筆中は食事を作る余裕がなくてUber Eats などで配達を頼むことも多いです。それはもう昼も夜も。で気分転換でもちろん作ることもあるんですけれども、ガーって乗っちゃう時もあるんですよね。割と一日中なんで、すごく規則的に何か決めてるっていう感じではないんですけれども、特にそこにスイッチが入ってない時っていうのは、だいたい午後から遅いお昼を食べた後から執筆に入っていく感じなんですけど、まずですね、私はこの席でしか小説を書けないんですね。この執筆スタイルというのはデビューした時からそうで、外でノートパソコン持ってって書くってことができないんです。気が散っちゃって。そういう理由は隣の人の話を聞いちゃって面白くって気が散っちゃうからっていう、盗み聞きしちゃうからっていうのがあるんですけれども、でプロット書いたりゲラーのチェックは外でもできるんですけど、小説はかなり集中しないとできなくて、でここの席に座ってもやっぱ集中できなかったり気持ちが乗らない時は本当に無理なんで、もうすぐ立って違うことを始めて、でまた座るみたいなことを何回も繰り返してますね。使ってるのはね、もうねデビューする前の小説を一生懸命勉強してる時、それから応募してる期間からもうワードを使い始めたので、その時持ってたパソコンが Windows だったこともあって、ワード一択です。で他のものも使ってみたことあるんですけど、やっぱ使い慣れてるんで使い方そんなに良くないんですけど、やっぱワードをずっと使い続けてますね。もうなんかベタ打ちでテキストの元みたいな感じで、それを出版社の方に出すと、だいたい整えて戻ってくるし、誤字脱字も直していただけるので、ワードでベタ打ちする感じでバーって書いてます。でこのパソコンはもうかなり古いです。もう五輪中という感じで小説書き始めてからも3代目10年ぐらい使っていて、でそんなに高くなくて、なんか私にとって大事なのはこの大きな画面ですね。もう老眼にもなってますので、画面が大きいのと単純機能で十分なので、Mac とかではなくて Windows のこのあまりスペックも高くない、ただ画面が大きいっていうものを使っています。でここにワードを出して書くっていう感じですね。集中してる時は本当に4時間5時間経たない時もありますけど、ダメな時はもう 10分15分では無理だって言って立って、でダメな時はね、すごく一生懸命なんか整えるためにこういうなんか匂いキャンドルとか、あとこれは結構気に入ってるバラの香りなんですけど、これはいただき物ですね。バラの香り好きで、それとお香を焚くことも結構あって、でこれはね、お香はねいろんなもの試したんですけど、私はねお寺で買ったものが本当好きなんですよ。お寺の匂いが大好きで、京都の建仁寺で紅葉を見たので、このお皿はねあれです。ベトナムに旅行した時に買ったもので、本当のお香がいいんです。ちょっとスパイシーな香り、白檀の匂いが好きなので、
お香を焚きます。でかなり香りが濃いものが好きです。お寺の雰囲気も好きなんですけど、座って静かにこうなんか目を閉じて少し考えるみたいなこともしますね。気持ちによってアロマキャンドルの時もあるし、お香の時もありますね。で音楽は最近はやっぱり Apple Music で音楽をかけて、で必ず歌詞のない音楽をかけます。ジャズだったりクラシックだったり、本当にインストゥルメントだけのものとか、そういうものじゃないとやっぱ歌詞になんかね気が散っちゃうんですよね。でいい歌詞だなとか思って聞き入っちゃったりとかもあるし、Apple Music だとなんかこうリラックスとか、そういうのとか、あと昔は CD で波の音とかそういうのを聞いたりしてることもありましたけど、最近はもっぱら Apple Music をステレオにつなげてっていう感じですね。例えばチルとかそういうのも聞いたりします。こういう感じでちっちゃめにして、今ここつながってないのかな、あっちと。リビングが隣にあって、音楽はそのリビングの方から少し聞こえてくる感じにしています。あとね、行き詰まった時は、私が書いてる時、例えばここに座ると、さっきも言いましたけど、この子が必ず膝に来るんですね。で今ちょっとお昼寝中、ニノくんなんですけど、もうすぐ15歳のニノくんがここに座ってると、こうやって抱っこしろって言ってくるので、執筆してる時って必ずこの子がこう膝にいて、あったかいのとこう重さがあって、なんかこうやって書く感じが決まって、で必ず顎をこの子に乗せるっていう感じで、これがもう定番なんです。だからこの子がいないと書けないみたいなのもちょっとありますね、外だと。でこの子がちょっとお昼寝中だったり、夜で寝ちゃった時は代わりにこういうなんかぬいぐるみをこう抱えて書くっていう感じがありますね。ね、ニノくん。ちょっと休憩だとか気分転換にお茶を飲むことが多いですね。これね、最近もらったお土産でもらったドイツのエナジーっていうハーブティーで、これ飲むと元気が出るっていうんで、ちょっと疲れ気味でなんか書くのめんどくさいなっていう時はこういうものを飲んだりもしますし、あと紅茶はアールグレイが好きなので、今気に入ってるのはこのフォートナム・メイソンのスモーキーアールグレイというのが気に入っています。もう紅茶飲むことが昼間多いかな。朝はコーヒーなんですけど、絶対カフェインっていうよりもなんかもうコーヒー飲んでっていうのが癖になってますけど、昼間は紅茶がカフェインが強すぎて何杯も飲んじゃまずいかなっていうのもあって、ハーブティーも飲んでる感じですかね。そうで、あとこのローズとかも好きです。ローズティーって結構ローズが好きなのかもしれないバラの花が好きで、だから好きなものでこう自分を満たしてちょっとこう気持ちを持っていくみたいなところもありますね。そう、もう一つ今気に入ってるお茶は、これは寝る時のやつなんですけど、でもこれすごく美味しいんで結構ね、執筆の合間にも飲みますね。カモミールローズティー、なんか気持ちが落ち着くような。でやっぱり小説書いてて一番執筆でネックなのは心が乱れてる時なんです。だから執筆を集中的にやったり、今書かなきゃっていう時は私は SNS を見ないようにします。SNS 見ると本当に心が乱れるので、あとテレビのニュースも見ないですね。テレビはほとんど見ないかな。あとおやつはね、私は結構今欲しいのです。なんか腹持ちもいいし甘すぎないし、もともとさつまいも大好きなんですけど、干し芋もねちょっと凝っていて、今この栃木県産の干し芋を見つけると買ってますね。これはね出すとこのワンちゃんたちが寄ってきて、もう犬がさつまいも大好きなんで、ちょっとこう少しずつあげながら干し芋とか、夜ご飯の時にちょっとワイン飲んだりちょっとビール飲んだりっていう
たまにします。それはもう例えば原稿を送って終わりましたよっていう時だけですけど、執筆の最中というか締め切りの前はなるべくアルコールは取らないようにしてます。なんかアルコール飲んじゃうともういいやっていう感じになっちゃうんで、自分に課してる感じで、だから結構ストレスはたまりますね。だからなんとか自分でリラックスするように、自分の機嫌をよく取るように努力してます。で、私の本、自分の書いた本とか、自分が帯をした本とか、私について書かれたりしてる本、ここのコーナーとここなんですね。私はこんなに頑張った、私はできるっていう風に、この自分の書いた本を見て気持ちを上げますね。で、この旅先で買ったぬいぐるみにも励ましてもらってます。いろんなところからぬいぐるみを見て。そしてこの招き猫を握りしめて、幸せが舞い込んでくるっていう風に自己暗示してます。結構ね、自分で自分をなんていうのかな、メンタルコントロールをすることをすごく努力するというか、頑張ってやってる方だと思います。結構気持ちが乱れがちで、なので様々な方法を使って、でもちろんご飯を食べることで気分転換することも、作ることで気分転換することもしています。あとこのかけらの形っていう本が SNS を通じた、ちょっと中年女性のいろんなあれこれドタバタだったり、いろんな葛藤を書いてるんですけど、これも表紙を作ってくださったアーティストの方で、こういうのはなるべく買い取って部屋をそれで埋めます。それから祖父が私のために書いてくれた書なんですけど、いろんな人が応援してくれてるっていう風に自信がなくなった時は鼓舞してますね。韓国で出た本もあるし、これは「すももの花は散っても」っていう本の主人公だったイー・バンジャさんの書いた書です。で、晩年にこの書をいっぱい書いて人に渡して寄付を募ってたりしたということがあったんですけど、ある方がこの私の本を読んで感動してくださって、これを譲ってくださったんで、この書を見て自分を勇気づけているところもありますね。そんな感じで執筆作業をしています。で、私小説書く時って頭の中に映像が浮かんで、その映像を書き取ってる感じなんですね。なんで頭の中で舞台が展開されたりドラマが展開されてるので、結構景色を見たりするっていうことも自分にプラスになっています。だから散歩もすごく重要ですね。そんな感じで書いています。作品を。そして作品が生み出されています。1月24日、集英社インターナショナルさんから狭間の私というエッセイ集を出しました。ぜひ読んでいただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。高評価の方もよろしくお願いします。